今回はですね、一般社団法人 JCF さんという伝統工芸に関わる一般社団法人さんのご紹介で、おりんのお店をご紹介をいただきました、南條工房さんというところですね。こちらの南條さんにお話を伺ってきましたので、ぜひご覧いただければと思います。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのもいろいろなですね、おりんの種類、これ実はおりんなんですけれども、南條工房の南條さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。仕事の内容としてはやっぱり鋳造って言われる材料自体を溶かしてですね、でそれを型の中に流し込んで形を作るっていうような、作業になります。うちの工房は、その流す型ですね、鋳型と呼ばれる型も自分の工房で手作りで作るっていうようなとこなので、本当に、一番最初は型作りから始まりで鋳造をして、でその鋳造したものを次加工して仕上げていくっていうような全ての作業をうちの工房で一環でやっているっていうような作りというか、伝統的な僕たちがやっている作り方っていうことをしている工房自体が本当に多分国内で 2,3 件しかないもので、あとはまたちょっと、型の作り方がだいぶ違ったりとかですね、素材が違ったりっていうような形で、おりんを作り出した時期としましては、どのぐらいの時期から携わっておられるんでしょうか。そうですね、うちの工房はですね、だいたい今で創業が200年ちょっとぐらいになります。でもともとは京都の伏見の方にそうだったんですか。工房がありまして、一番難しいところとかをぜひ伺いたいなと思ってまして、基本的にその鋳型に流すということであられるので、溶かすところ流すところはそのままやっているところかとは思うんですけど、私個人的にはその音をその流したからといって同じ音になるかっていうのは、何か厚さとかそうですね、冷やし方とかあるのかなって。一番その流すための鋳型っていうものもかなり重要な部分があって、そこの構造としては外型中型っていうものが2つありまして、それをこう合体させることで中におりんの形の空洞が生まれるっていう形になってまして、そこの空洞にめがけて溶けた金属を流し込むっていうことで成形されるっていうのが厚さの加減であったりとか、あとはうちの場合はその鋳型っていうものを一度薪を使って素焼きした状態にしてから金属を流し込むっていうような焼き型鋳造って言われるような工法なんですけど、その焼き加減であったり、あとはその焼けた型の温度であったり、あとは金属の温度であったりっていうようなかなりいろんな細かい設定をクリアしていく中でいいものができていくっていうようなところなので、5代目のおじいさんが本当に音を研究されて今の配合率を生み出したっていうのがあって、そういう部分でサハリっていう言われてる合金を使っているんですけど、一般的なサハリって呼ばれるものよりもかなりその配合がもっとシビアなものになってますね。本当にそれもその型を作る方法も銅鐸を作るような時代からの工法とあまり変わってない状況で、本当に昔ながらのやり方で、なのでうちの場合はもう丸いものしか基本作れないっていうような工房になってます。おりんを作るっていうことをずっとやってこられた中で、今回そのリンネというのに新しいブランドを立ち上げられていろいろなことをなさっているんですけど、僕たちがブランドを立ち上げたのは2019年なんですけど、おりんの音を聞いたことない人とか、おりんって何なんていう知らない方もやっぱり世代としては若い世代の方はおりん自体が何か分かんないっていう人もすごく増えてきたっていうのを感じる時がありまして、なんかみんなの心にこうねいいと思ってもらえるけど使う機会がないような商品だなっていうところがすごくもったいないなっていうか、なんかもっと知ってほしいなっていう部分がずっとありまして、それでなんかおりんのこう音色っていうものですねをもっとこう身近にしたいなっていうところから始まったのがリンネというブランドで、なのでリンネっていう名前も普通にもう本当に単純なんですけど、リンの音色っていうことでリンネっていう名前になってます。おりんの音色ってことはい、そうです。これがまず真鍮
そういうこれもね素材は触りなんですけど、はい、音がねどうしても加工でやっぱりね違いますよね。全然違いますよね。そうですね。でこういうまっすぐなものはもう大体どこ叩いても一緒の音が鳴るっていう。で1個の音だけが残るって感じですね。チビっていう名前の商品なんですけど、名前がチビっていうんはい、ですか。ちっちゃいんでチビなんですけどね、単純に本当におりんって普通はこうリンボを持って叩かないと音が鳴らないっていうこと自体がまず手軽じゃないっていうところもあったので、はい、まあなるべく小さくて常にこう自分のそばに置いとけるような存在にしたいなっていうのもあって、こういう小さいサイズのものを開発したっていうところもあるんですけど、これは中にベロが入ってまして、振るとこう音が鳴るような風鈴みたいな感じですね。そうですね。ただ、自分で本当にこう振らないと絶対鳴らないっていう商品なので、基本的には自分が鳴らしたい時に鳴らすっていうような商品です。でまあ風鈴も風鈴みたいな形で、はい、ちょっと動きがあった時に鳴ってほしいっていう声もあったので、こういう風鈴タイプのものも、作ったりはしています。これ風鈴っぽいですね。はい、これは風鈴としても使えますし、逆にドアベルですね。ドアにくっつけとくとドアが開くとこういうふうにチリチリというふうになるって、全部違いますね。はい、オンリーワンです。なので皆さん結構販売していただいているお店で買われる場合は1個ずつ音聞かれて選ばれる方が多くて、それでちょっとこれも変わった形といいますか。そうですね。これは先ほどのチビのおりんの部分が、はい、電子音楽のアーティストさんと、はい、木工のこの指し物の技術を持った作家さんと、あと僕らのおりんの、3社で作った商品なんですけど、基本的には電源を入れるとですね、はい、ターンテーブルが回りまして自動でこう音が鳴るっていうような音の鳴るインテリアとして開発したものです。そうですね。この棒で叩く、はい、この棒が普通におりんと一緒でいい音するな。叩くような、もともと吊り下げ式の吊り下げというか、はい、自分で振るタイプのチビっていう商品があって、はい、ただ商品は置いちゃうと音が止まっちゃうっていうので、常にこう自分で持って鳴らすっていうタイプだったんですけど、ちょっとお部屋の中に置きたいっていうような声が結構ありまして、で一回音を鳴らすとずっと消えるまで鳴っててほしいっていうような声も多かったので、それで従来のおりんのこう叩くっていう所作を残しつつ、なんか普通今の現代のお部屋にも置いてもらえるようなデザインを入れて、より置きやすいものですねっていうのを作りたいなっていうことで作った商品です。ですよね。音多分全部違う。そうです。ここはね調律してあるようなものですね。知り合いのお坊さんがなんかこれで鳴らしてドレミファソラシドとかなんかやってはりました。なんか買って。そうですね。ちょっと鳴ってるんですね。これはなんかヨガの先生に依頼で作ったもので、なんかこうチャクラって言われる、はい、気がたまる場所っていうんですかね、はい、そういう場所に響きやすい周波数に調律してある。そうなんですか。はい、本日改めてありがとうございました。ありがとうございました。おりんにめっちゃ詳しくなった気がします。そうですね。もしここで何か体験をしたいとなった場合にはどういった問い合わせをさせていただいたら。リンネのホームページ、ホームページ、ウェブサイトがあるので、そちらから工房の案内ができる工房見学付きの予約枠があったりとかしますので、そこに申し込んでいただくか、ツアー会社さんがやっているツアーっていうのもあったりもするので、その辺はインスタグラムの方とかを見ていただくと、紹介させていただいたりします。こちらのチャンネルでは、こういった形でお寺神社だけではなくて伝統工芸の方々にお話も伺っておりますので、よければ、チャンネル登録をお願いいたします。またよければ今日のご感想などコメント欄にお寄せいただければと思います。そこら辺で皆様ありがとうございました。失礼いたします。